はい、今回はですね、スペインの攻略法ソロ編ということで、前回に引き続きですね、原曲キーに合わせて2尺1寸の煮上がりバージョンでお届けいたします。さあ、ソロでね、絶対に守んなきゃいけない大事なことっていうのはですね、尺、コード進行をね、覚えるということです。ソロって G メジャー7から始まって B7 に終わる24小節の中で回すので、もう来たって思ったり、いやもう苦しいからやめようって思っても好きなとこで終われません。周りは全然終わってくれないので地獄のような時間が流れます。ということで、しっかり尺を把握するっていう意味でもそうですし、あとはコード進行を覚えると、今このコードが鳴ってるからこういうスケールを使おうみたいなスケールをこう変えることができるんですね。そういったその、必殺技の応用にも、コード進行把握っていうのはすごく重要になってくるということで、これはね絶対に覚えましょう。で今回はですね、レベル別に分けて、説明したいと思います。じゃあまずレベル1なんですけれども、これはもうめちゃくちゃ簡単です。もうね、6段より簡単にするんだったらいくらでもできる、再現がないんですね。洋楽っていうかそのジャズの即興って、この決まった特定のフレーズを弾かなきゃいけないわけじゃないので、もう無音でもね、極論無音でもいいぐらいなんですよ。なんで簡単にするんだと本当に誰でもできちゃうので、最初、音数少なくから始まって、2周目でじゃあちょっと6段とかジョン柄のフレーズを使ったソロを弾いてみたいと思いますので、デモンストレーションをお聴きください。はいっていう感じで、簡単にはいくらでもできるので、これはもう本当に説明不要だと思うんですけれども、これじゃあちょっとあまりにもつまらなすぎるって感じる方はレベル2で、レベル2に行くということで、レベル2はですね、スケールとかねやってることは、特にジョン柄と変えないでいいんですが、リズムにちょっと変化を持たせましょうということです。津軽三味線奏者がジャズとかに挑戦してすごくダサくなっちゃうのが、もうずっと初めてタン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 って弾いてたり、ツッタンタンツッタンタンってこう前後鉢やってたり、前後鉢も初めて連打するのもあんまり機能的には変わらないんですけど、もうずっと同じリズムが連続しちゃうっていうのは、これは聴いてる人もやってる人もちょっと飽きちゃうよねっていうところで、歌心がないかなっていう感じなんですね。あえてソロ何周もしてる中で2周目だけちょっと津軽っぽい感じで、ちょっと音楽的なジョークのつもりであえて民謡らしさをガンガンに出していくみたいなのも引き出しの一つとしてあっていいんですけど、基本の戦い方がこれだとかなり厳しいです。ということで、リズムを変えたいんですけど、意識してほしいのは文節で区切るということです。言葉と一緒ですね。昨日ねこういうことがあってさ、こういう風に思ったんだけどみたいな感じでこう文節でこう区切ってますよね。ずっとダラ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 ってこう喋ってるよりは、なんかこう一個一個こうフレーズを置いていくような感じで弾いていきます。じゃあちょっと、デモンストレーション聞いてみましょう。はいという感じになりますね。はい、で次、ここから、さらにもうちょっとなんて言うんだろうな、変わったことがやりたいというか、よりこうジャズらしい音使いをしたいっていう時ですね。レベル3は、スケールの話になります。これが最大の難関かな。あえて難しくするとすれば。あんまりね、スケールの話って実はちょっと煮上がりでしたくなくて、限界がある
っていうことなんで、僕はやっぱりC の、3下がり、2尺の3下がりを基準にやると、スケールの説明が非常にしやすくて、2上がりはかなり厳しいんですけど、一応皆さんが、やってるその6段とかジョン柄は、今2尺一寸なので b マイナーペンタトニック、プラスちょっとナインスも入ってるんですけど、だと思って差し支えないです。でこっからちょっと2音足したいんですよね。 B エオリアンスケールっていうのにしたくて、だから普段皆さんが使ってる034690から1の糸と2の、3の糸の2、これを足したい。でそれから2の糸の1とか、1の糸と3の糸の7、この2つを足すと、だから02346、1の糸とか3の糸だったら023467910、2の糸だったら0134667、6ですね、7910を引くと、B エオリアンスケールっていうのが完成します。でそれプラス1の糸と3の糸の5、2の糸だったらフラット9と10の間にすると、ブルーノートっていうのが、使えるっていうか、そういう風になるので、B エオリアンスケール、プラスブルーノートで、基本的にはこれでしのげます。厳密に言うとコードによってはあんまりその2を使ってほしくないとかもあるんですけど、とりあえずジョン柄よりちょっとこうおしゃれになる、音がちょっと多くなるっていう感じなんで、単音でもいいのでね、ちょっとだけこのツボ使ってみるっていうと、ちょっとスケールの雰囲気変わったな、そういうスケール知ってるんだっていう感じになると思います。じゃあちょっとこの B エオリアンプラスブルーノートの、デモンストレーションも聞いてみましょう。はいっていう感じでした。で、最後、いくらでもね難しくするのも際限なくできるんですけど、とりあえずちょっと、終点を決めるとすると、スケールの話なんですけど、最後はコードによってスケールを使い分けるっていうことをやっていきましょう。ここまではある一定のスケール、そのジョン柄のマイナーペンタトニックスケールにしろ、レベル3でやったエオリアンスケールにしろ、特定のスケールを覚えたら最後までそのソロでずっとそれを使い続けるっていう手法だったんですけど、今回はコードによってここの時だけ1音変えるみたいなことをすると、ちゃんとコードに沿ったアプローチができてるねっていう風に、かなり玄人受けすると思います。で、スケールの具体的な話は、先ほども言ったようにちょっと2上がりなんでしません。ここまでいったらもうちょっとプロレベルっていうのもあって、ちょっとだんだん説明を雑にさせていただきます。セブンスっていうものに注目して変えるといいんですね。F シャープセブンス、最初に出てくるの F シャープセブンスが出てくるんですけど、この時に、シャープを使うと、F シャープハーモニック、F シャープハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールだったり F シャープのオルタードスケール、っていうものになったりします。結構ジャジーな感じになりますね。で、次 A7 なんですけど、これもA のハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローダウンスケールとかオルタードスケールとかが使えますね。で、あとB7 も B ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールとかオルタードが使えると。どっかしらの、今さっきやった B エオリアンスケールのどっかしらツボ1個だけずらすだけでその音が出るので、いろいろね専門用語が飛び交ってて難しく聞こえちゃうんですけど、実際はそんなことはないです。じゃあこれをちょっとコードごとに、コードごとにっていうかセブンスの時にこういったちょっとオルタードのアプローチとかしたやつも、デモンストレーション聞いてください。
はいという感じでございました。ここまでのまとめではあるんですけれども、いろんなねこうリズムをちょっと区切ってやってみましょうとか、いろんなスケールを使ってみましょうっていう話をねしてみたんですけれども、勘違いしてほしくないのは、この難しいことをずっとやんなきゃいけないってわけじゃないんですね。てかむしろ良くなくて、本質はそのいろんな引き出しを、持ってて、それをこう使い分けて飽きのない面白みのあるソロの構成にしていくっていうのが大事なことなんですよ。だから最初レベル1でやったみたいにずっと音数が少ないっていうのもこの人下手なのかなってなっちゃうし、ずっとガーって弾き続けてるのもなんかこうテクニックを見せびらかしてるみたいだし、なんかあんまりソロが歌ってないなって感じになっちゃうんで、ストーリーテラーのようにちゃんと起承転結、最初は穏やかに始まってだんだんちょっと難しいことしてって最後ガーって盛り上げてみたいなことができると、一番いいんですよね。なのでそのためにも引き出しって持ってくんですよね。だからあえて使わないっていうこともあるだろうし、だからその難しいことを覚えちゃうとついそれをすごくやりたくなっちゃうんですけど、バランスよくチラ見せしていくという風にしていくと、面白いソロになります。でこれはだからスペインに限らずですね、主にジャズのね即興とか多いと思うんですけど、人とセッションした時なんかは、こういうことをこう、考えながら、いろんな引き出しを持っておいて組み合わせていくということが、応用できるかなと思いますので、皆さん、ソロは結構とにかく自由にやりたいようにやればいいと、いうことなので、今できることよりはちょっとこう難しいものをね挑戦してみるといいと思います。ということで、それでは。